ここは都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。今週もマスターの作業部屋からお届け。いやー、僕はもともとここの常連なんだけれども、このお店に有名ゲーマーたちが集まるようになって今日で丸々1年なんですって。おめでとうございます。おめでとうございます。本当に嬉しい。いやー、でお二人は何かおめでたい時とかやり遂げた時、自分にご褒美とかって買ってあげてたりするんですか？なるほど。でも私は本当に自分で偉いなって思った時は、DVD ボックスとかフィギュア、お高いフィギュアとかをちょっと自分のために買っちゃいますね。すごいっすね。マスターは自分に偉いと思った時は休みにしますね、その日。寝る。かっこいい。あと本読んだり。あ、なるほどなるほど。マスターっぽいな。優雅な時間だ。いいですね。僕はやっぱり裏垢とかで自演しますね。やばい。必要ないだろ。いやいや、普段はできないじゃないですか。しないです。ご褒美の時ぐらいはね、自演しないと褒めてくんないから。わ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。あ、2度目のお客様と初来店の方です。ご来店。1周年おめでとうございます。ありがとうございます。今宵のタイトルはキャラクターの多彩さや奥深いゲーム性でファンを魅了し続けるアンダーナイトインバースエクセレイトクレア。本日のお客様は数々の大会で輝かしい実績を残すクレ選手。遠距離での立ち回りを得意とし、世界最強の譲り鳩の呼び声も高いプレイヤーです。もう一人は2回目のご来店、ランポ選手。世界最大級の大会エボ2019で優勝したトッププレイヤーであり、イベントの主催や実況解説でも活躍中。アンダーナイトインバースエクセレイトクレアを取り上げるのは2回目になるんですけども、前回はリリースされてすぐのタイミングだったんですね。でその時ランポ選手にはご来店いただいたんですけれども、今回ね半年経過しまして、たっぷりと皆さんやり込んだタイミングで改めてこのゲームの魅力に迫っていただきたいと思います。覚えてます？いや、なんとなくなんですけど、はい、なんか体力ゲージがバイタルベゼル。そうなんです。トランスファーステートが一周するまでにグラインドグリッドを貯めると、ボーバルの権利が得られると。その中で相手のバイタルベゼルをゼロにした方が勝利するゲームです。よくわかんないけど、それだ。それ。説明します。バイタルベゼルとは体力を表すゲージです。戦況の優劣を表すゲージがグラインドグリッド。優勢と判断されると増加していきます。そして周期を表すのが GRD トランスファーステート。周期タイミングでグラインドグリッドが多い方が攻撃力の増加などの恩恵を受けることができます。改めてお二人はこのゲームのどういったところがお好きなのかを聞かせてもらってもいいですか？そうですね、ハメコさんがおっしゃっていただいたように、トランスファーステートの管理であったり、グラインドグリッドの調整であったり、そういった部分が格闘ゲーム要素プラスアルファで乗ってくるので、僕はすごい好きかなと。特殊な、時間ごとにお互いのその優勢かそうじゃないかっていうのを決めるシステムがあるんですね。あったよね、色がね。それのおかげで勝負が一方的にならなかったりとか、頑張ってガードするとご褒美がもらえるんですよ。あー、嬉しい。自演？グラインドグリッドがたまるの、結構格闘ゲームってガードすると不利になってくるんですよ。そうですね。なんですけど、追い詰められてるね。アンダーナイトインバースではガードもちゃんと評価されるんですね、システム的にっていうところがあるっていうのが結構特殊なところですよね。そうですね。DVD ボックスはもらえないですが、ご褒美はそういうのじゃないんだ。ドットがめっちゃ綺麗なんですよ。ドットが綺麗。細かいと例えばモーションであったりとか、もう細かく作られてて、ちょっと昔のゲーム好きな人たちにはちょっといいかなとは思います。どうしよう、普通のこと言ってもらってるのにこの流れだとめちゃくちゃ落ち着く。そっか、確かに絵が綺麗とかドットっていうのにこだわってるっていうのはやる理由になりますよね。そのお二人が使用してるキャラのなんかいいところとか、なぜそのキャラを使ってるのかっていうのがちょっと気になるんですけど、ランプさんから。自分白夜っていうキャラクターを、かっこいいよね。名前がもう名前が好きそうだもん。前回戦ってるところを見てかっこいいなと思った。だってこんな。もともと家庭用から追加されたキャラクターで、そうでしたね。まず単純に新キャラクターなんで対策されにくいなっていうのが一つあったんですね。このゲームには珍しいぐらい置き攻めが強力なキャラクターなので、どんなに劣勢であっても1個コパンが通ったら逆転できる要素があったりするので、これが気持ちよくて。
やみつきですね。すごい爽やかな外見で言ってることえぐいね結構。やみつきですね。そうなんです。じゃあクレさんは、まあ、譲り派ってキャラクターなんですけど、はいまあ、長物を持ってるんですよね、剣。長物。長物。あんまり言わなくなった。あんまりなんか剣でいい。剣でいいですね。それも刀ないとこ使いますね。刀ですね。刀です。画面の7割ぐらい届くんですよ。めっちゃ長いんですよ。ちょっとずるいな。ずるいんですよ。そう、ずるく武器持ってんのかて、らねで、しかも瞬間移動ができるんですよ。おでも見た目で、あ、かっこいいな。あとは何も意味がないんですけど、歩くと頭の上に音符が出るんですよ。かわいい。可愛いんですよ。あ、このキャラいいやんって言って一番最初使い始めました。なんとなくだけどこの感じ女の子キャラしか使ってない人の香りする。すげえ。すごいですね。本当？ほんまです。じゃあメルティブラッドで使っていたキャラクターは白蓮です。本物じゃないですか兄さん。お二人の出会いというかお二人とお付き合い結構長かったりするんですか。そうですね。もう10年かれこれ10年ぐらいですね。同じゲームで出会った。そうですね。僕が大阪のゲームセンターでよくイベントをやってたんですね。対戦会みたいな感じでやったら来てくれて、で一緒にゲームするようになってっていうのが始まりですね。それがメルブラですか。メルブラですね。それが本当に10年くらい前。そうですね。その当時からじゃあお互いをこいつ強えなこいつやべえなみたいな感じ。最初はそんなんじゃなかったですね。ランプさん。そっかもうすでにランプさんはその時もう有名人なんです。有名人とかっていうわけではないんですけど、まあイベントをやってはいたので、まあちょっとまあランポさんって言われるような部類の人種ではあったのかもしれないんですけど。すごい謙遜。すごい謙遜。でランポさんのイベントにクレさんはかなり出てた的な来て。そうですね。大阪でやってたのにこの子和歌山から来てたんですよ。まあすごい何時間もかけて来てて、すごい努力をする子やなっていうふうに思ってましたね。最初は本当に全然勝てなかったんですけど、それこそもうメルティブラッドの後期って言われるところから全然勝つようになって大会も優勝するし、アンダーナイトは僕本当に個人的に日本で一番強いと思ってるんですよ、この子。照れちゃいますね。っていうぐらい本当に強い人間ですね。今努力の結果だと思います。すごい努力できる。クレさんからしてランポさんってどういう方でした？真面目です。真面目な人だっていう印象はある。自分が納得いかなかったら、例えば間違ってボタンを押しなんか当たってしまって、これが変に通ってしまった時下がるんですよ。はい、なしみたいな、対戦中に下がりはるんですよ。ラッキーパンチ当たったらなしもうそれはフェアにごめんねって感じ。まあそうですね。俺ラッキーパンチ当たったら相手に聞こえるようにラッキーっていうか言いそう。クリーンな紳士だよね。はあ、そうなんだ。仲良くなったきっかけとかってあります？ある？あれですよ。いつの間にかですかね。飲み会でしょ。会。居酒屋行ってカラオケ行ったのが一番最初ですよ。僕覚えてますからね。全然覚えてない。絶対面白いやつが出てくるよ。絶対出てくるよ。ほら。全然覚えてない。ほんまですか？どれやろ？どれ？まず対戦会やりました。イベントとかやって、その後じゃあちょっと飲み行こうよ。それよく何か終わった後とかにその残ってるメンツとかでその飲み会をやってはったんですよね。でそこに僕も行きたいですって言って初めてそこで一緒にお酒を飲んで、その後にカラオケを行ってからですね。ほら絶対お前この選曲分かってるみたいなくだりあったでしょ。それは多分ないの？なんで？じゃあどうやって仲良くなったんだよ。直接喋ったことはあんまりなかったんで、ちゃんとねお酒を飲んでゲームの話、ゲームの話ですそのほとんど。最近すっごい暑いですけど、この夏なんかどう過ごされてました？ギューッとちょっとハンドル切っちゃいましたけど。全然いい。オンライン対戦はそこそこやってましたし、あともともとジムで体を鍛えるのが最近。なんかでもねちょっとかっこいいなと思ってましたさっきから。本当ですか？なんか姿勢とかもピンとしてて。ありがとうございます。体を鍛えると言ったらうちのマスターが楽しいですよね。楽しいですよ。たまんないですよ。でもなんで格闘ゲーマーたちって体鍛えたりする人いるし、僕も体動かすのわりかしやったりする方だけど、なんかこうゲームに重要だったりするなって思ったんですか？例えばボタンを1秒早く押すことが大事やって考えた時に、その使う器具とかをやっぱりすごくいいものにするっていうのも大事だと思ったんですけど、体も一つ大事かなって考えたんですよ。なるほど。
正しい姿勢で長時間ゲームをできるようにって考えると体の体幹を鍛えないとっていうのもあったのが一つと、やっぱり座りっぱなしなので、例えばヘルニアだとか、そういったことになるとゲームできなくなっちゃうじゃないですか。だからそれの対策として腹筋周りで背筋周りを鍛えて、そういった予防をすれば、長いことゲームができるんじゃないかなって思ってるって感じです。クレさんが言った通り真面目。真面目だよね。これで真面目否定するのおかしいよ。おーそうじゃあゲーム以外でハマってるものとかって、そうですね、僕もその PS、ランプさんともちょっとやったことがあるんですけど、あとはもう自粛で何かずっと家でこもってる時はなんちゃらの森言っていいですかね、なんちゃらの森おお、あつ森だ。あつ森ですね。あつ森動物の森。そうです、あつ森動物の森をずっと必死こいたよ、こう島こうやってます。じゃあやっぱみんなで何かやったりするのが好きなんだね、基本的にはやっぱり。そうですね。好きな女の子のキャラは？いや、なんかすごい、ごめんなさい、なんかパッと出てけへんな。じゃあ綾波レイと宗龍飛鳥ラングレーどっちが好きですか？アイラミレイです。ほらほら、即答できるじゃん。だからこっち系なんだよ、こっち系。要はこっち系、クールでミステリアスな感じ。なんでクレなの？クレなのは、アベニューフィーチャリングさくらさおりっていう方がいらっしゃるんです。桜沙織さん。さくらさおりさん、ライブもよく行くんですけど、その人が、歌っている曲名の中でクレパチュっていうやつがあったんですよね。クレパスをチュってわざわざ言うんですよ。でたまたま僕がその時に保育士やってたんですよ。ほらほら、面白いの出てきた。保育士やっててよくクレパス使ってたんですよね。クレパチュのクレなんですね。クレパチュの作るクレパチュ。はい、チュです。チューです。とね、ランポさんの表情が良かった。ずっと良かった。だからね、仲いいっすこの2人。ランポさんはね、アンダーナイトインバースだけじゃなくてね、格闘ゲーマーの地位向上みたいなのをね、背負ってて、片やクレパチだからね。この2人が来てくれるのがいいんじゃないですか、羽じゃん。いいっすね。いいっすよ。久々にですね、公式大会となるアークレボジャパンオンライン2020がですね、こう予定されていると。いや、いいですね、いいよ。はい、今年10月、そしてそのアンダーナイトインバースエクセレートクレアもサイトタイトルとして選ばれているとのことなんですけれども、どうですこれ出場ですとかこの意気込みあたり聞かせていただければと思うんですが。自分アークレボにアンダーナイトが選ばれた時って選手として出たことがなくてですね、あ、そっかそっか。はい、実況というところで、お手伝いさせていただいたことなんですけれども、今回初めて選手として出れますので、ちょっと気合い入れてやったろうかなと。ああ、いいギラギラしてる。いい。いやー、でもこんな話してるともうダメだ。ゲームの話だけじゃダメ。ゲームやってるところ見たいっす。それはちゃんと確認するようにゲーム用意してあります。本当に？本当に。マジですか？リバイド。リバイド。じゃあリバイドお願いします。はい、ということでここからはエキシビジョンマッチをやっていきたいと思います。アンダーナイトインバースエクセレートクレアクレ選手対ランプ選手の戦いです。はい。それではまず意気込みを聞いていきましょう。はい、普段からよくやってるんですけども、やっぱりねこういう目立ったところではね白黒はちゃんとつけないといけないと思うので、今日も勝ちます。はい、頑張れ。頑張ります。頑張ってください。はい。今日も勝ちますって言われたんで今日は勝ちます。前向きなのか後ろ向きなのかよくわかんない。よし、頑張れ。グラインドグリッドをうまく活用することが勝敗の鍵となる。クレ選手 VS ランポ選手。これ1試合選手ということで2ラウンド取った方が勝利。ファーストクローズ。見ていきましょう。譲り張ってのめっちゃ強いらしいですからね。ゆりははこのように居合に非常に長いリーチ長すぎでしょ。持っているキャラクターで当たるとなんとコンボにいけちゃうんです。遠距離攻撃から。先手はクレの譲り派が取りました。3割ぐらい取ってますね。そしてここで、今画面の下ですね。ほら今、はいコンセントレーションすることでグラインドグリッドを冷めてます。いや、わざと言ってるんですよ。はい、すみません。まあその気合い玉みたいなのがあるんですよ。これを使うとその下の四角いやつが溜まって時間が経ったんで、はい。そう、白夜の方が今ね、溜まってますね。これチェインシストですね。で、これを使うことでボーカル状態から、端のコンボに持ち込んでいくのはランポ。やっぱ一回捕まえちゃうと譲り派といえどもっていう感じ。さあもう一度チェインシストを使いながらランポが体力リードを取っています。追いかける展開譲り派と、いやうまいぞ、ジャンプを差し込んで
ランポがクレの譲り刃を追い詰めていきます。あと1回読み合いがあるか。置き攻め、さまざまなこのトラップを仕掛けながら攻め込んでいけるのがこの白夜の特徴の一つ。もう残り時間がわずか。投げていくのはクレ。さらに攻めを展開しますが、おお打撃が通った。これは大きい。残り時間もわずかになっていますが逆転できるのか。さらにタイムアップ。最後はこれ受け身取らなかったですかね。まずはランポがラウンドを転向しました。やはり序盤はこのクレの譲り刃のリーチに対してランポは地道なダッシュガードですね。ガードすることで今ほら画面の下の四角いゲージが溜まっていってます。溜まってるね。そしてグラインドグリッドがフロントのセット一周した瞬間には譲り刃の方がありましたから、現在ボーカル権利を持っているのはクレ。さあ一方的な展開になるか。瞬間移動を使って攻めを継続。いやー顔面足、ここでチェーンシフトを使いました。いつかちゃん今更だけど、クレさんとランポさんどっちを応援してる？ちょっとクレさん。本当？クレランポさんなんだよね。対しておっとここで投げが決まったことでこれブレイクが発生しています。ブレイクって何？画面下なんかひび入ってるじゃないですか、このグラインドグリッドがなくなってる状態なんですよね。さっぱりわからない。はい、そうなると、ちょっと不利、かなり不利ですが、投げを決めたのはクレ。体力ゲージで追いついてきている。五分になってきたな。もう一度上から、いいぞいいぞ。近距離の連携、いい戦いなんじゃないこれ。瞬間移動を使いながら攻め込んでいくが、ランポのガードは硬い。しかし投げが通った。譲り刃は投げから追撃できるんですね。コンボが決まりきらなかった。ここでチェーンシフトからなんとかガードをしたのはクレです。上、おーっとアサルトいくか。ランポ駅から残り時間ももうない。そして2ラウンドともタイムアップで見事ランポの勝利。今日は勝ててよかったです。強調してきた。悔しいです。クレ選手の立ち回りが冷たすぎてタイムアップになってますね毎回。ね、結構ねなんか一方的になるかと思ったんですけど、そういうギリギリの試合になってたんですね。そうですね、まず僕が基本的に投げをもう受ける気でいたんですね。さばけないものはもうさばかないでおこうっていうふうに置いてたのが一つと、どの時間になってもやっぱりタイムアップになることはやっぱり想定してましたので、最後大きなものをどっかで一つ入れたいなって思いながら余計な被弾はなるだけ避けようというふうに考えてました。プランがあったの。なるほど。読み合いをあまりしないようにするってことを。そうですね、もう体力だけは取られないように体力有利でいこうと思いました。なるほど、ありがとうございます。そうですね、立ち回りは強いので終始は圧倒はできるんですけど、やっぱりガードさせてしまっていると相手にどうしても権利がいっちゃうんです。取るか取られへんかぐらいのラインで保っている状態をどうにかして作りたかったんですけど、変に、前行っちゃって攻撃されて、こういった感じで負けちゃってるのがちょっと反省点かなとは思います。思った展開を作ることが難しかったっていう、普段やってる者同士の読み合いがあったわけですね。はい、ありがとうございました。はい。イベントの企画運営などを行うトパンガが主催する鉄拳7のリーグ戦、トパンガリーグクラス鉄拳7シーズン2、その決勝となる T1 リーグが開催されました。国内最高峰のプレイヤーたちがしのぎを削る7崎勝負の総当たり戦。2度目の開催となる今大会から T1 リーグと T2 リーグの2部制に。 T2 リーグを勝ち抜いた2名と前回大会の決勝リーグ出場者6名が優勝をかけて戦います。T2 リーグ A ブロック1位通過ノビ選手、 T2 リーグ B ブロック1位通過ダブル選手、前回大会6位若手世代で奮闘を見せる丈太郎選手、前回大会5位
鉄拳界最強の盾と言われる武選手。前回大会4位、鉄拳ワールドツアー2018王者ランチ選手。前回大会3位、こちらは鉄拳ワールドツアー2019王者チクリン選手。前回大会は惜しくも準優勝、雪辱に燃える青選手。そして初代チャンピオン、果たして2連覇なるか玄選手。7崎という長期戦ならではの深い読み合い、トップレベルの技術の応酬、実力伯仲の熾烈な戦いが繰り広げられます。そんぐらいのレンジでしたよね。わっとこれは横井戸 RK 正面衝突からつなぎが高い。噴水バリ結果、噴水バリからきたー、取ってきたー、中段当て身投げ、非常に一輪さんからさらにコンボが続きます。さあ波を捉えたチクリーン、さあ丈太郎圏内だぞこれ、知識圏内。あ今坂井だがまだぼったち、うわー投げ3日間にわたり行われた決勝 T1 リーグ。2日目が終わって8人中4人が3勝1敗で並ぶ大混戦に。そして3日目は上位選手同士の直接対決が目白押し。最後の壁際の腰に連中は連中ではなく連行だと、最後決めきった。壁に到達しないチクリ助かった形だが、まだ中段で飛んでいましたね。壁に行けばうまい、優勝者が決まる最終戦は前回大会と同じく玄選手のシャヒーンと青選手のファーカムラムの対決に。ドキドキしますね、始まる前から。ドキドキするな、これどういう結果になるんだろう。試合中何度もマッチポイントを迎えた青選手でしたが、玄選手が粘りデュースにもつれ込みます。そして削るかですね、これですね、削ってこれワンコン圏内だぞ。圏内どうだ、シャットアウトしてるのはゲン、ジェットマリン有利、ガーッ見事前回優勝者を破り青選手が優勝です。おめでとうございます。青選手個人戦優勝がマジで初めてなんで、そうですよね、本当に嬉しいです。長かったですよね。青選手本当におめでとうございます。個人として念願の初優勝を手にした青選手、これからの活躍にも期待です。はい、それでは本日も閉店のお時間となりました。いつかちゃん、感想を聞いてもいいですか？はい、もうやっぱり用語がちょっとやっぱりまだ覚えられないんですけど、とにかくバイタルベゼルで楽しかったです。使ってる、お使いこなしてる、すごい。大きな大会の前っていうのがいいなと思いました。なのでどっちが勝った負けたとか前哨戦だとして、本戦でどうなってるのか出てほしいです。僕は楽しみにしてます。まあちょっとでもね、このゲーム僕本当に大好きなんで、知っていただければ嬉しいなと思います。まあ今度はちょっとね、対戦することがあったら倒せるように頑張ります。はい。対戦を対面でやったのが本当に久しぶりだったので、緊張感を持ってゲームができたので本当に楽しかったです。貴重な機会をいただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。ということで、各駅喫茶ハメ順、今夜のゲストはクレ選手とランポ選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回はブレイブルークロスタッグバトルでフェンリッチ選手と南選手が対戦。お楽しみに。